卵マフィンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は卵マフィンを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、具沢山の美味しい卵マフィンを作っていきたいと思います。この卵マフィンはお弁当のおかずにもぴったりな一品です。卵が色鮮やかに仕上がるコツなどいろいろご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、ベーコン、玉ねぎ、人参、小ネギ、ミニトマト、牛乳、マヨネーズ、顆粒コンソメ、有塩バター、とろけるチーズ。今回はこちらの材料で作っていきます。まず具材はですね、ベーコン、玉ねぎ、人参、小ネギ、ミニトマト、この5種類入れていきます。こちらの具材に関しましてはお好みのものを入れていただいて OK です。そしてあとね、今回のポイントこちら、マヨネーズです。こちらのマヨネーズを加えることでふわっとした食感に仕上がります。あとマヨネーズを加えることで卵の色味も鮮やかになります。そして今回はこちらのマフィン型を使って作っていきます。でこちらね、大きさは底の部分が直径 5.5 センチ、そして上の部分が直径7センチのマフィン型です。この中にこちら100円ショップで購入した8号サイズの紙カップです。これを中に敷き詰めていきます。はい、これで OK です。でもしね、こういうマフィン型がない場合はこちら100円ショップに売っている耐熱のシリコンカップです。この中に直接生地を流し入れていただいて OK です。なのでもしない方はね、シリコンカップを使ってみてください。こちらの方はですね、必ず生地を作る前に準備しておいてください。それでは早速作っていきます。では早速作っていきます。まずね、具材の野菜を切っていきます。玉ねぎです。玉ねぎはみじん切りにしていきます。で、みじん切りのやり方はね、やりやすい方法で OK です。はい、OK です。このように少しね、粗めのみじん切りにしてください。続いて小ネギをね、切っていきます。はい、小ネギの準備はこれで OK です。続いて人参です。人参はまずね、皮を剥きましょう。そして人参を置いて、まず薄く切ります。そしてこの切った面を下にして薄切りしていきます。そしたらこちらを細切りしていきます。はい、人参はこれで OK です。このぐらいね、細切りにしてください。では続いてミニトマトを切ります。ミニトマトはね、半分に切ります。はい、ミニトマトの準備はこれで OK です。続いてベーコンです。ベーコンはまずね、1センチ幅ぐらいに切っていきます。1センチ幅に切ったらくるっと回転させて、でこれを半分に切ります。でまた戻して、そしてこちらを1センチ幅に切っていきます。このように切ってください。ベーコンの切り方とかはね、お好みで変えていただいて OK です。はい、ベーコンの準備はこれで OK です。それではフライパンで具材を炒めていきます。まずフライパンにバターですね。そして火にかけます。で火加減は中火です。まずバターを半分ほど溶かしてください。はい、このようにバターが半分溶けました。そしたらここに玉ねぎ、そしてベーコンを加えます。玉ねぎが半透明になるぐらいまで炒めていきます。でね、今ね、玉ねぎが半透明ぐらいになりました。そしたらここに人参を加えます。そして炒めましょう。玉ねぎが透明になって、あとはね、人参がしんなりするまで炒めてください。そしてね、炒めた具材はこのようにバットに広げて粗熱を取ってください。それでは続いて牛乳の中にコンソメを入れます。そして軽く混ぜましょう。で軽く混ぜたらこちらを電子レンジ 600W で20秒加熱します。はい、20秒加熱しました。そしたらよく混ぜましょう。コンソメをきちんと溶かしてください。はい、コンソメのつぶつぶがなくなれば OK です。それでは使うまでこちらはこのまま置いておきます。では続いてボウルに卵を割り入れます。はい、そしてこちらを軽く混ぜます。はい、そしてさっと混ぜたらここに牛乳を加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、
い、このようにしっかり混ざれば OK です。では続いてこちらの卵液の中にマヨネーズを加えるんですけれども、このまま直接ね卵液の中にマヨネーズを加えてしまうとマヨネーズがダマになってしまいます。なのでまずマヨネーズの器に卵液を大さじ1加えます。そしてこの中でしっかりとなじませます。よく混ぜてください。はい、混ざりました。そしたらね、あと大さじ1杯ですね、卵液を加えてください。そしてよく混ぜます。このようにね、少量の卵液になじませてからマヨネーズを加えるようにしてください。そしたらね、こちらの卵液に戻し入れます。そしてよく混ぜましょう。はい、これで OK です。このように混ぜていただくとマヨネーズのダマができずに綺麗に卵と混ぜることができます。卵液の準備はこれで OK です。それでは用意しておいた型の中にこちら炒めた具材を入れていきます。はい、このように型に敷き詰めてください。そしたらここに小ネギを入れます。はい、小ネギを入れました。そうしましたらこちらに卵液を注ぎ入れていきます。で、注ぎ入れる時はこういったね注ぎ口がついている容器に入れ替えていただくと入れやすいと思います。はい、このように入れました。だいたいね9分目ぐらいまで入れてください。そしてここにトマトを置きます。で、あとはとろけるチーズをのせましょう。はい、これで OK です。それではこちらを170度に予熱したオーブンで17分から20分ほど焼いていきます。はい、美味しそうに焼き上がりました。このようにねこんがり焼き色がつけば OK です。私のオーブンだと170度のオーブンで今20分焼いた状態です。こちらはですねお使いのオーブンによって変わってくるので調整して焼いてみてください。それでは粗熱を取ってこちらは完成です。はい、これで卵マフィンの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように色鮮やかでとても美味しそうに仕上がってます。はい、そして中身はこのように具沢山に仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。中にね具材がたっぷり入っててすごく美味しいです。食感もねマヨネーズが入ってるのでふわっとした仕上がりになってます。でちょっとね見ていただくとわかるかな、マヨネーズを加えたので色もとても鮮やかに仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の卵マフィンのポイントです。まず具材に関してなんですけれども、こちらはお好みの具材を入れていただいて OK です。一度バターで炒めていただくことでバターの風味が効いてとても美味しくなります。そして今回卵の液にマヨネーズを加えました。このマヨネーズを加えることでふわっとした仕上がりになるのと、あとですね卵の色も鮮やかになってとても綺麗な仕上がりになります。マヨネーズを入れる時もですねそのまま入れてしまうとダマになりやすいので、一度卵液でマヨネーズをしっかり溶いてからその後混ぜるようにしてください。そしてですね今回はマフィン型を使って焼きました。このマフィン型がない場合は100円ショップとかに売っている耐熱のシリコンカップを使っていただいたりとか、あとはねココットに入れて焼いていただいてもいいかなと思います。あとはですねだいたい17分から20分ぐらいを目安に焼いていただけたらと思います。今回ね普通のベーシックな味わいにしたんですけれども、ここにカレーパウダーを入れたりとかいろいろ味のアレンジもできると思います。そして焼き上がりはですね結構ふっくら思いっきり膨らんでるんですけれども、粗熱を取るとその膨らみが落ち着きます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は卵マフィンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんの動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。